こんにちは、みなすです。今回は関西のちょっと変わったスタバを10カ所紹介したいと思います。作業する際に便利なところや自然が近くにあるところ、和を感じるところなどたくさんあるので、最後まで見てくれると嬉しいです。また概要欄にお店の URL を貼っているので、いつでも今回の動画を思い出せるようにチャンネル登録しておくと便利だと思います。それでは早速紹介していきたいと思います。最初に紹介するのは河原町駅から徒歩5分の商業施設バルの3階にあるスタバです。まるで美術館にでもいるかのようなこの空間は、京都を拠点に国際的に活動しているアーティスト集団のサンドイッチさんとスターバックスがコラボして2019年にオープンしたそうです。京都といえば神社や仏閣といった歴史の街というイメージが強いと思うんですけど、実は美術大学が多くある街でもあります。そのため若い芸術家たちの活躍を応援するといった意味でも80点近い作品が展示されています。個人的には天井からぶら下がっている配管が非日常的な感じがしてとても好きなアートです。この商業施設自体がかなり洗練された内装でおしゃれなお店が多いので、スタバだけでなく買い物も一緒に楽しめるかなと思います。皆さんもぜひ自分の好きなアートを探してみてください。続いて紹介するのは大阪城公園駅から徒歩9分のところにあるスタバです。大阪城公園の中にあるので、自然の中でコーヒーを楽しむことができます。どうしてもスターバックスは商業施設の中であったりビルの中にあることが多いので、自然を感じながら作業するのは難しいと思うんですけど、その点このスタバは公園の中にあるので、リラックスしたい時とかにかなりおすすめです。実は僕も気分を変えたい時に何度も行ったことがあって、スタバの中でも特にお気に入りのお店です。またペットを飼っている方ってなかなかペットと一緒にカフェに行くことって難しいと思うんですけど、このスタバはテラス席にリードをつなげる場所があるので、公園を散歩した後にちょっと休憩したいなっていう時にも便利です。皆さんもぜひ大阪城公園のスタバで緑に囲まれてリラックスしてください。続いて紹介するのは大阪駅の商業施設ルクアイーネの9階にあるスタバです。梅田蔦屋書店の中にあるスタバなんですけど、おそらく知っている方も多いと思うので、知っている方は飛ばして次のお店を見てください。このスタバでは蔦屋書店の本を購入しなくても読みながらコーヒーを楽しむことができます。残念ながら今は1時間ぐらいしか滞在することはできないんですけど、気になっている本があってどんな本なのか読んでみたいっていう方にはかなりおすすめです。また本だけでなく文具や雑貨、他にもオーガニックブランドであったりメガネ店なんかも入ってます。文具でいうと1万円ぐらいからする高価な万年筆もあったりするので、父親のプレゼントとかにもいいかもしれないです。このスタバは大阪駅にあるのでかなり立地はいいんですけど、そのため週末にはかなり混むので、席を確保したい人は早いうちに行かれるのがいいと思います。続いて紹介するのは神戸三宮駅から徒歩13分のところにあるスターバックス神戸北の異人館です。このお店は異人館を活用しているスタバで、全国にたった2つしかない日本の登録有形文化財を使用しているスタバでもあります。ちなみにもう一つは青森県にあります。この建物は1907年に建築された木造2階建ての住宅で、建築当初はアメリカ人の方が所有していました。しかし1995年の阪神・淡路大震災の被害を受けた後、取り壊される予定だったものを2001年に現在の位置に再建したそうです。店内は元々の建物を残し、当時のフローリングを活用しながらラウンジ、ダイニングルーム、ゲストルームなど各部屋の雰囲気に合わせた調度品が置かれているので、部屋ごとに雰囲気の変わった空間を楽しむことができます。皆さんもぜひ神戸観光の際は異人館のスタバに行って当時の趣を感じてみてください。あと余談なんですけど、今神戸のカフェ動画を作っていて、大阪や京都とは違った魅力があるカフェがたくさんあるなと思いました。もう少しで動画にできそうなので楽しみにしていてくれると嬉しいです。
続いて紹介するのは京都の宇治駅から徒歩9分のところにあるスターバックスコーヒー京都宇治店です。宇治といえば10円玉で有名な世界遺産の平等院鳳凰堂があるんですけど、このスタバは入り口のすぐ横にあるお店になります。店内は一見普通のスタバに見えますが、入り口のすぐ横にこのお店の特徴を書いたウェルカムボードが置かれています。これを見ると店内には宇治にインスパイアされたオリジナルのアートが飾られています。まず一つ目が壁に飾られているコーヒーツリーのアートなんですけど、このアートをよく見るとウサギが10匹隠れているそうです。というのも宇治の名前がウサギの道を表しているためです。僕も10匹までは見つけられたんですけど、何匹か見つけることができなかったので、皆さんもぜひ探してみてください。もう一つは店内の奥の壁にあるアートなんですけど、宇治は抹茶が有名なので茶箱を使ってスターバックスのパッケージが焼き印されたアートを作ったそうです。また庭には日本のスタバでも珍しい和風の庭園があり、その中には枯山水もあります。天気のいい日はコーヒーを片手にベンチで日本庭園を見ながら過ごすことができるので、皆さんも宇治に行く機会があったらぜひスターバックスコーヒー宇治店に行ってみてください。ただ宇治が京都から少し離れているので、京都観光を満喫したいっていう方はこれから紹介する二年坂店がおすすめです。続いて紹介するのは神戸元町駅から徒歩14分のところにあるスターバックスコーヒー神戸メリケンパーク店です。この店舗は名前の通り神戸港の目の前にある神戸メリケンパークの一角に立っているお店で、観光名所であるモザイクや神戸ポートタワーからも近いので観光の際にもおすすめです。店内はガラス張りで開放感のある空間になっているため、僕が行ったのは早朝だったんですけど、海に日差しがキラキラと反射していてとても綺麗でリラックスすることができました。このお店は環境に優しい店舗でもあるようで、バーのフロントパネルには地元の木材を使用していたり、店内のセメントボードにはリサイクルされたコーヒーの豆かすとペーパーカップを再利用しているそうです。また落ち着いて作業したいっていう方は2階がおすすめなんですけど、2階からもかなり眺めが良かったです。皆さんもぜひ気持ちのいい見晴らしのスターバックス神戸メリケンパーク店さんに行ってみてください。続いて紹介するのは大阪梅田駅から徒歩5分のところにある蔦屋ブックストア梅田未来図店です。関西大学の梅田キャンパスの中にあるスタバですが、一般の人も利用することができます。店内は1階と2階に分かれてるんですけど、会話を楽しみたいときは1階のテーブル席やテラス席がおすすめです。また2階は38席あって、その全てに Wi-Fi と電源が完備されているのでかなり便利です。大阪駅の蔦屋書店も電源がついている席が何席かあるんですけど、数が少ないのであまり作業する際のカフェとしては使い勝手が良くなかったです。その点こちらのスタバは長時間作業する際にかなりおすすめです。また本の数自体はそんなに多くはないんですが、他の蔦屋書店同様に置いている本を読むことができるので、一人でゆっくり読書を楽しみたい時なんかにもおすすめです。ただこのスタバも大学生で混んでいるので、午前中や夕方など時間帯を選んでいくといいと思います。続いて紹介するのは京都の河原町駅から徒歩9分のところにあるスターバックスコーヒー京都三条大橋店です。この店舗は目の前にすぐ鴨川があるので、京都のスタバの中でも一番自然を感じれると思います。例年であれば5月から9月にかけて川床も設置されるんですが、去年は設置されなかったみたいです。今年も今の状況だと設置はされないかもしれません。ただ川床はなくても十分に鴨川を店内から見ることができるので、その点は安心してください。おすすめの席に関しては2階の席もいいんですけど、ゆっくり落ち着きたいときは実は1階にも席があって、そこにはソファー席もあるので1階がおすすめです。ちなみに1階は分かりづらいんですけど、お店の外から階段で行くか雑居ビルのエレベーターで行くことができます。皆さんもぜひ三条大橋店で鴨川を感じながらコーヒーを楽しんでください。
続いて紹介するお店は清水寺から徒歩11分のところにあるスターバックスコーヒー京都2年坂店です。築100年を超えた町屋をリノベーションしたお店は2年坂に完全に溶け込んでいて、知らずに前を通ったら通り過ぎてしまいそうなほどです。注文の仕方が少し変わっていて、店内入ってすぐのカウンターで注文をして、そのまままっすぐ廊下を抜けた奥のカウンターで商品を受け取る形になっています。注文する場所と受け取るところが違うっていうのはよくあると思うんですけど、受け取るまでに廊下を通り抜けていくっていうのがいつもと違うところかなと思います。ゆっくりコーヒーを飲みたい方は2階の席がおすすめです。このスタバの店内なんですけど、京都の文化や伝統とスターバックスのコーヒー文化を融合させることが意識されていて、例えば座布団には京都の丹後の素材が活用されていたり、オリジナルの掛け軸には京織物で有名な西陣の技術が生かされています。店内にはスタバらしいアートも飾られているのですが、和の空間を壊すことなく溶け込んでいました。最後に紹介するのは大阪の枚方市にあるスタバです。このスタバは京阪の枚方市駅から行くことができるんですが、実はこの駅は無印が初めてプロデュースした駅になっています。他にはないかなり綺麗な駅なので今回紹介しました。本題のスタバなんですけど、商業施設の枚方 T サイトの中に店舗があります。店内は一見他のスタバとそんなに変わりはないように見えるんですが、実はカフェスペースと勉強スペースが分かれています。なので資格や試験勉強をしたい方は集中して勉強に取り組むことができるんじゃないかと思います。またカフェスペースでは他の蔦屋書店と同様に無料で本を読むことができるので、一人でゆっくりしたい時なんかにもかなりおすすめです。本の量も梅田の蔦屋書店と同じぐらいか、もしくはそれ以上ありました。また3階には雑貨や衣料品などを扱うスペースと一緒にフォトジェニックな本棚があるので、そこにもぜひ行ってみてほしいです。枚方市の T サイトは立地自体は梅田から離れていてそんなに良くはないんですけど、建物の造形美であったり本を読みながらコーヒーを楽しめるっていう機能面であったり、今回紹介したスタバの中でも個人的に一番好きなスタバなので、皆さんにもぜひ足を運んでみてほしいと思います。これで今回の紹介動画は終わりになります。皆さん今回の動画はいかがでしたか？気に入ったカフェが見つかればいいなと思います。これからもどんどんとカフェを紹介していくので、いいねや動画に関してのコメントをいただけると嬉しいです。それでは皆さん、いい旅を。また次の動画で会えることを楽しみにしています。